絶対にして不動、ライジンが世界に誇る初代ライジンライト級王者ホベルト・サトシ・ソーザ、時代を変える野村俊太。僕がデビューする前から、サトシ選手がライジンライト級のベルトをずっと守ってくれてたんですけど、10周年大晦日僕がそれを奪って、新時代のライト級を築くんで、みんな応援お願いします。ありがとうございます。もちろんがみんなこのベルトが取りたいけど、もうまだ5年6年7年ぐらいで絶対にこのベルトに守るから、日本のためライジンのためからね、大晦日にみんな楽しみに見てください。格闘技って70キロ以上のもんだから、はいって思うのよ。僕だって出会った時に思った能力が違うと思った。 UFC じゃない、ここはライジンだよ。 UFC じゃない、ここはライジンだよ。リング上だともう目とか変わるよね。リング入るときはメンタルと気持ちはもちろんすぐに変わりますね。試合の日と1日前は私の子供ちょっと会いたくない、絶対のその優しさと戻るからね。この日だけはちょっとこの気持ちが欲しくないですよね。1週間前、それでも本当に良かったのは、ノゲイラ、ミノタウロがノゲイラがちょっと上がって、ちょっといろいろ話して、プライドの時代とか、彼が言うのはなんかもうちょっとできるならもうちょっとヨガで使いたい。私ヨガなんでヨガでも彼がよく言うのは、ちょっと年が上げて体ちょっと硬くなるとあまりがそんなにスピードが動かない。ね、だからもうちょっと前からがヨガしてると格闘家の人生が長いできるなと思いますね。だからもうベテランになったなと思ったからあと何年やろう、サトシ。絶対に止まりたくないですね。最初がね、ライジンの入る時は私のイメージが35歳まで、ね、でも今私もう36歳けど、今もまだ大丈夫なと思います。サトシ選手がすごい絶対王者みたいになってるんですけど、やっぱ僕は堀口選手に憧れて初めて、ああいう絶対王者みたいな、これ絶対的に強い選手に僕もなれると思ってきたんで、なんかその選手を倒したら自分がそうなれるんだったらもうワクワクしかしないし。この度このアメリカ遠征でATT 所属になることになりました。樋口選手、これからもよろしくお願いします。お願いします。そうもともと MMA 始めた時から、堀口選手に憧れて始めたんで、いずれは ATT に行って堀口選手が強くなったそのところをルーツを知りたくて、行ってみたいなって気持ちはあったんですけど、そのピットブル選手倒さないと行ってもなんかこうそれを感じたいだけみたいになるのが嫌だったんで。しっかりこの自分が結果を大事に残して、世界と戦っていくんだ俺はっていう気持ちがちゃんと実力ともについてから行こうと思って。僕が悩んでたところも俺はこうやってやってるよみたいな、隠す気もない、もう普通にさらしてくれて、
この人を見て格闘技を始めようって思えてよかったな。運命導かれるよ。もうここなんだ俺の生きる道はっていうふうに思ったっす。ライト級は外国人に勝てないって言われてる中で、自分は他の選手無理だって言われてた選手たちを倒してきてるんで。勝機ありますか、タイトルマッチ。僕は再三言ってますけど、もう1年2年欲しかったなっていうのはやっぱあるかな。彼のピークはここじゃないって思ってる。時間の問題で超えれるって思ってる。今一番強いでしょ、おそらく。はい、強いと思います。でもまあやりようはあるかなって思うし、よく言う生物としてみたいな言い方する人多いと思うんですよ。でもそこで言うと彼も相当ですよ。僕だって出会った時に思った能力が違うと思う。言いましたよね、僕。いやもう早い段階入って初日でなんかもう本気でやった方がいいかなみたいな、生活面も気にしてくれるぐらいもう本気でやりなさいみたいな、困ったら何でもやるからみたいな思ったっすね、僕は。さっきやりようがあるって言いました。はい、ヒントしてください。我慢の試合だろうなって思うんですね。彼の強いところのステップと打撃っていうものをうまく生かして、できるだけそこの尺を長く3ラウンドの試合を使えば十分あり得るんじゃないかなと思うし、だから見ると似たタイプである堀江が一発目でこう食らいついてきました。押し込んでいこうというか、絶対王者が食いつくバックだ。バックチョーク、王者が宣言通りバックチョーク。あれはどうかな。似たように見えるっすけどレベル違うっていうか、僕は大学で本当に厳しい環境でトップでやってたんで、似たように見えるけどそのレベルが違いすぎて、堀江さんってやっぱべったりするじゃないですか。ベタ足で圧をかける打撃のスタイルと、彼はその中ではライト級の中で動ける選手なんですよね。野村さんの言う体はこう足を使うっていうものだと思うんですよ。でそれが相性でいうと佐藤壮河に対してはこっちの空手の方が相性がいいんじゃないかという仮説がある。はい、あくまで仮説ですけどね。これは多分この打撃を効かした後のシチュエーションとしてはこのシチュエーションあるんですよね。で今野村さんはこの攻めてるようで実は攻めて守ってるんですよね。これで例えばバックでこうバックトレーに行ったりしたらスクランブルになって相手に優位だと攻防が生まれてしまうんですから。この中で僕が攻めてるようで青木さんがアームロック狙ってきてたりとかするんだけど、ね、それを警戒しながら抑えてるみたいな感じで攻めてるけど、このシチュエーションがまさにこのポジションではあると思います。
あとこれ思うのはめちゃくちゃ拳が硬いと思います。グッてこう握り込むのが強いと思うんですよ。ね、見るとバンテージ巻かない。あ、一応巻きます。でも今まで巻かなかった時あるんですよ。ああ、そうです。そんくらいなんです。バンテージ巻かなくていいぐらい拳が強いんで、ギュッてグラウンドで殴る時もやっぱ握れるはずなんで、普通の人が打つパンチよりも効くと思いますね。まあ桜みくる経済圏におけるフェスであることは確かなんだけど、これがあることによって興行にやっぱ軸ができますよね。そうちゃんと受け継がれてるものがあるんだよ、ライト級には。いや、軸ができるなってまた文句言われるの覚悟して言いますけど、やっぱ格闘技って70キロ以上のもんだから、はいって思うのよ。まあ正直50キロ台が今メインじゃん。格闘技じゃないから、はい、プロ格闘技じゃないの。競技としては認めます。堀口さんだったら桜さんだってみんなすごいです。まあ那須川天心とか堀口さんは抜けてるかもしれない、プロ格闘技やってると思うけど、大半は50キロ台とか60キロ前半はプロじゃないです。はい、これはって俺が思ってるだけ。はい、そもそも俺たちだって70キロの時に武士道の時にちっちゃいって言われたんだ。本当にそういうのやっぱ70キロ以上っていうので久々にこう期待できる日本人なんじゃない。青木さんもなんかで言ってたんですけど、諦めてた階級ってやっぱ言ってたんですけど、これやるしかないなと思ってです。はい、頑張ります。羨ましい。でもこの1年で本当に人生変わるっていうか、まあそのこうしたいああしたいが本当全部実現してってるような年なんで、最後締めくくり僕がチャンピオンになって終わりたいなと思ってですね。絶対に彼の気持ちは誰でも勝つできるなと思ったけど、私はちょっと特別。香港は強いやつとやりたいっていうのはずっと変わらないんで。井上直樹、そして連打浴びせる王座初防衛を果たしました。バンタム級タイトルマッチ、これが強烈。ライジンバンタム級のベルトを守りました。日本にとどまらず海外勢の選手とやっていきたいっていうのはずっと言ってきてます。元ベラトルのランカーのサバテル選手とやることができたらすごいいいなと思って。ダニー・サバテロ、恐ろしい男がライジン激戦階級に殴り込んできました。次期挑戦者決定戦とも噂されています。ここは耐える。ここでタックルだ。2対1、佐藤翔子敗れました。 Inoue Naoki, Kubi Alate, Macho Ken. My trash talk is the best in the game, but that's because it comes from true place of me actually hating my opponents. And my opponent on New Year's Eve, Naoki Inoue, I truly do hate him. Fuck you.
hell yeah, I fucking hate this guy. And hell yeah, I'm gonna talk shit to him and try to bash his face in. 5年ぐらいライジンでやらせてもらってて、ずっと育ててきてもらってるっていうのもあるんで、そのライジンの強さも見せたいっていうのもありますし、そんなポッと出てきた選手に負けたくないっていうのも自分の中ではあるんで。青木もう狙われましたね。もう完全にロックオンしましたね。行きも帰りも仲良く立てられてますからね。本当ですよ。全然何とも思わないですね。いやもう興味ないっすって、そこには試合で見せるんで。I think Inoue fights like a bitch. You know, I think he's very boring as a fighter. He's boring outside of the ring as well. 日本の強いところを見せてたら思ってます。He doesn't really talk because he can't. I think he's a bad champion. 喋れないのは喋れないですけど、で王者として堂々と待ち構える冷静で強い王者っていうのがやっぱり自分の中の王者像なのかなと思います。I'm here to take out that guy, that boring motherfucker. I know he's more of a boxer, but his boxing's not even that good. You know, he thinks he's that one Naoki in a way, the other actual boxer. But you know what? Fuck that guy too. He's gonna have the same last name as Naoki in a way. Fuck him too. So. それは理不尽すぎません。それはもう自分で勝手に思い込んでるだけじゃないですか。Yeah, I think that Naoki in a way is a bitch. He's the champion of the division, and I think he's an absolute pussy. And I've seen all of his fights, and he doesn't say anything. But I will say one thing: I do have him talking a little bit. サバテロ選手口うるさいんで、その口かち割ってやろうと思います。I do have him acting a little bit out of character, and that's all I need. And I know that I got him. I know mentally right here, because that's what it's all about. 普段通りです。いつも通りの自分で。When you fight Danny Sabatello, it's a different type of fight. The lights are a little bit brighter and people don't know how to handle it. Right now, Naoki Inoue doesn't know how to handle it. He's acting out of character and he's a scared little bitch. 初防衛戦とかの方がやっぱりプレッシャーはありましたね。それに比べたら全然もう普通に。With me, that's why I'm gonna go out there and bring an exciting, dominating performance. もうレスリングベースにしたスタミナ根性で倒して続けていくみたいな戦い方なんで、なるべくさせないように自分も攻める部分を作る、その過程の中で倒していけたらいいかなと思ってます。I need to put the pressure on him. He's a guy that likes to get fancy and he likes to get a little too slick. He doesn't like to get touched too much. He doesn't stay in the pocket. If he's gonna touch you, he's gonna be gone right away. Tries to use his footwork, kind of like a dancer, kind of like a pussy, kind of like a bitch. What I gotta be is I gotta stand in there like a man, like a tough motherfucking savage, and I gotta go in there and rip his face off. I gotta go in there and put it on a slugfest. You know, maybe the takedown doesn't come. Maybe I just stand up and I just box and elbow his face off. You know, there's a lot of keys to victory. There's a lot of ways that I can win this fight. I don't see how this guy beats me. チャンピオンらしくいるっていうのは、ごちゃごちゃ言わない試合で見せるっていうのがやっぱり理想かなと思うんで。After Inoue, I want to run through the entire division just because I'm sick like that. I want to beat the shit out of all these guys multiple times. I want to run through this entire division. It starts with Inoue. Ando will get it. Fukuda will get it. Suchol Kim will get it. All these guys will get it because I want to fuck all these bantamweights up. I will be the bantamweight champ. I'm gonna beat the shit out of you, and I'm gonna do it in front of the whole world. トラッシュトークだけで王者になるなんてね、ないんで、しっかりここは返り討ちにして叩きのめしたいと思います。毎日本当に心がワクワクしてますね。この純粋に楽しむプレイヤーとして野生動物感すごいですよね。肉食の猿って感じじゃないですか。俺ライオンだと思うんですよね。俺多分福田君なんだろうな、ヘビっぽいっすかね。しぶとそうじゃないですか。日本の格闘技の一番やばい舞台に相手もマジ超バイブスいいし、
締めくくりにちょっと持ってこいの一番やばい試合するんで、まばたき厳禁っすね。パンチ使いながら、パンチ使いながら。総格闘技やっぱやりたくて、やっぱそっちの方が合ってんじゃないかなって思いがレスリングやりながらも思ってて。合わなかったんですかね、自分がアホなんで本当、ちょっと誤解があったんじゃないですかね。自分は感謝してるんで、はい、それだけっす。安藤達也が雷神参戦を果たします。左リストのパンチ入った。3分経過。入るか自分の中ではやっぱ一番自由であるってことが価値が高かったんで、でもそれもやっぱ誰かがこう期待してくれないとこうなれなかったってことを今やっぱ自覚してるんで。俺が負けると思ってファック。来ました左下飛びついた。フィニッシュだ。アウトアウトフィニッシュだ。この間の試合とかも試合中考えてないんですよね、展開とか。ライブなんでその場の感覚でこうバンってやるみたいなのがやっぱ好きなんで。最高にうまい飯食えます。連チャンクリアした。ヒリヒリを鍛えに感覚を鍛える練習です。手札が似てるというか、パンチで倒しに行くとか、あとガッツある試合するみたいなところがちょっと似てるなみたいな、はい、割とインファイトですね。あれやっぱ強さですね。僕はやっぱりこう大きな競技やっといたらその自信持って鉄筋戦でそのパンチのやり取りできると思うんで。クソつまんないしようとしたらもう全部テイクダウンいって押さえつけてみたいな、多分試合やろうと思ったら多分置きに行く試合はしないですね多分。バンタム級タイトルマッチを行います。期待しているガードを固める意識、ボディーが来るか。そうですね。いや強いですね。やっぱ一回そのチャンスを逃しちゃうと次こうしようって思っても全く同じシチュエーションで同じチャンス来ないんですよ。来たら行き切らないとダメなんですよ。でないともう二度と巡ってこない。だから生き物に絶対ある狩りどころ。狙いはそらずっと鳴った瞬間からゴング、次ゴングになるまでは常に狙っている。
左のジャブ、左で飛び込んでいった。これは距離を測ってますね。井上直樹強かったなって感じですね。はい。なんか懐の深さと逃げ足の速さというか。あんな捕まえれへんかったのが過去なかったから。予定勝者井上悔しい。キャリアそんなね戦績綺麗じゃないんですけど、それでも全部の負け今でもずっとくっきり覚えてるぐらい悔しいし。両家始まったんですよ。だから集中力はすごくいい感じだと思います。研ぎ澄まされた状態で安藤君と向き合えるんじゃないかな。俺は結構ぶっ飛んでるっていうかネジ外れてんで、多分彼もぶっ飛んでるファイターじゃないですけど、そういうところはあるのかもしれないですね。入ってる。そして足を差し込んで下半身の固めが決まった。フック重心下げて5分間3ラウンド15分間ね、仲いい悪い好き嫌い尊敬とかそういうのも関係ない時間なんで、試合した者同士しかわからないコミュニケーションみたいなのがあるんで、相手が止まるまでやりに行くって感じで。ライジン10年目の集大成。柔術界の鬼人 VS コーカサスのイカズチ歴代王者激突。身体をかけてシュート伝承者、愛と涙の殴り物。カザフの岩石パンチか微笑みのスナイパーか。自然に潜む狩猟蛇が都会に生きる野生猿を狙う。ラフダイヤモンド VS ヤングガン。フライ級グランプリファイナル。山の頂上で相まみえる熟練の技と魂。バンタム級タイトルマッチ。地獄へ誘うエンジェルと F ワード連発ギャングスター。女同士の離婚マッチ。かかってこいや喧嘩上等。ライト級タイトルマッチ。太陽のごとき絶対王者に俊足の空手がどでかい穴をぶち開けるか。フェザー級タイトルマッチ。恐怖のイヌワシが大晦日の日本を血で染める。求め続けたその瞬間は果たして彼に訪れるのか。令和7年大晦日、この日歴史が動く。